今日はこの黒松の若い苗を、ぐんにょんぐんにょんのギッタンギッタンにしようと思います。この苗は、去年か一昨年か軸切り刺し芽して、それでそのまま放置しておいたやつで、だいたい未生して 2年生3年生ぐらいの、黒松苗です。だいたい、このような感じで状態のものがほとんどですけど、やっぱり個体差があってあんまり伸びないやつですとか、ちょっと意味不明なこういう意味不明なやつとかもありますが、だいたい同じような生育をしているものが多いです。今日はこの苗たちの最初の曲付けをやりたいと思います。針金掛けはだいたい休眠期にやるのが、いいのかな、いいですよね。一般的ですけど、夏頃にやっても結構枯れることなく大丈夫っぽいので、そういう感じで都合よく、こぎつけて、夏に、やったりはよくしてます。今日はぐにょぐにょの、ギタギタですので、どうしようかなと思いますが、割ときつめに巻いていこうと思います。やっぱ軸切り刺し目する時に結構深めに刺してるので、ここで見えるところを曲げても割とここの部分が差し込んでる部分がまっすぐだったりするので、少し掘ってですね、でまた高植えして植え直して、曲げるのがマイルールです。早速じゃあこの苗からやっていこうと思います。はい、まずは苔をちょっとこっちにとりあえず置いといて、抜いてみるとどうかな。抜いてみてちょっと掘ってみます。この辺まではちゃんと露出して植えたいなと。これは雑草ですね。雑草、はい。ここまで埋まってたんですけど、ここまで出してそれから針金かけようと思います。でそのままウィッと下からこう針金を通さないと曲げて、適当に針金を緩いピッチでいいと思いますが巻いて、ちょっと太かったかな。はい、これでいいです。適当。はい、こうなりました。ぐんにょんぐんにょんのギッタンギッタンですので、曲げたら右に曲げたら左に曲げてとかなって変な螺旋状になっちゃうんですけど、それだと非常につまらないものになってしまうので、ちょっと少しねじり加えながら、どっちかというと針金の感じをこう見ながら曲げるという感じですかね。よっ、あんまり見えないか。こういう風に今曲げていってます。ここねじって、はい。で使うところはおそらくこの部分が重要になってくるので、上の方は緩やかで別に構わないと思います。だいたいこんな模様をつけていきます。はい。これもちょっと浅いとこあるので一回抜いて、金根菌がいるな。まだ若いのによく頑張っておられる。ネットだけ抜いちゃいます。抜いて、これで土足して足してよっ。せっかくだからこれをまたこれ使いたいんですね。ほいほい
します。お願いします。この曲がってるところをよく見て、それを使いながら、多分畳めばいいっていうものでもないと思うので、一回逆の方向に曲げ直して、はい、よいしょ。これはこう来て後ろでねじってですね。ちっちゃいのにすごいいますね。すごいいますね。わあ、これは植え替えに使えそう。元気元気。また、あら、ない。引っかかった。ちょっと前に太いから言いにくいけど。はい。これ赤松かもしれないな。赤松か。これはぐぐぐっと上げて、ちょっとこれ赤松なんで少し緩めに、足元だけつけて緩めに巻いときます。という感じで、こういうやつを、元気なやつをこういう感じで少し高植えし直して、根元を中心にグリンと曲げるというのをやっていってます。